はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトヨです。本日はハンドドリップで何がどのように味へのアプローチがあるのかっていうのを、詳しく具体的に説明していきたいと思います。これを知ったからといってすぐにコーヒーが美味しくなるというわけではないんですけども、まずは理解することによって何が味に対して影響があるのかっていうのを説明していきたいと思います。ではね、まずなんですけども、ドリッパーからいきたいと思います。ドリッパーは基本的に直接的な影響を与えると思ってます。ドリッパーによって入れ方、お湯の注ぎ方も違いますし、ドリッパーの材質なんかでも温度の影響が受けやすかったり、受けにくかったりするので、これは影響は受けやすいと思います。ドリッパーの違いで味の変化というのは比較的大きく変わるところではあります。はい、それではまず材質の違いによって材質が違うから何が違うのかというと、温度と密接な関係があります。温度がコーヒーの味に何に関わるかというと、抽出度合いが変わってきます。温度が高ければ高いほどコーヒーの中の成分がより出やすくなるので、温度が低ければ低いほど出にくくなるというふうに考えてもらったらいいと思います。じゃあどれがいいのかという基本的な正解はないです。はっきり言いますと。ただ材質によってこういう傾向があるというのはあるので、一つ説明していきたいと思います。まずは僕がいつも推奨しているプラスチック。プラスチックの材質は軽くて壊れにくい。で、温度変化もしにくい材質。温度ももちろん上がりにくいけども下がりにくいっていう風な性質なので、熱伝導率はいい方ではないので、比較的にあまり気にしなくていいというか、取り扱いもそんなに落としたからといって壊れるわけでもないので、比較的使いやすいのではないかなと思います。あと安くて扱いやすいのがプラスチックです。で、次にセラミック。陶器ですね。まず陶器は質感がプラスチックに比べるといいというのはありますよね。しかしこの中の材質の中で一番重たいで、なおかつ割れやすい、割れてしまうという危険性があります。しかしその保温性が高いので、しっかりと温めてもらえると温度が下がりにくいので、陶器のドリッパーを使う方はペーパーリンスとかでしっかりと器具を温めてもらった方がより安定した味になると思います。次にこれわかんないかもしれないけど、これガラスなんですね。ガラスはですね、見た目が綺麗ですよね。透明で綺麗だと僕は思います。質感も陶器よりも陶器よりも上なんじゃないかな。で、これもガラスなんですけども、ガラスの質感って個人的にはいいと思ってます。並べてあっても質感があるので、いい感じに映えると思います。ただ、割れやすいっていうのがあるので、取り扱いに注意してもらう必要があるのと、で、温度の冷めやすさっていうのは陶器よりかは下かなと思います。中ぐらいですかね。ガラスも結構いい選択肢になるかなと思います。で、次に、ステンレスですね。ステンレス、金属製のドリッパー、ハリオさんからも出てるんですけども、まずは割れないと壊れにくいのは確実です。はい。プラスチック同様壊れにくいです。で、重さも軽いと思います。ただ、温度が下がりやすい。熱伝導率が高いので、熱くなりやすく温度が下がりにくいので、安定性は他のに比べると若干下がるかなと思いますので、ステンレスはこの中では一番お勧めしないかなとは思っています。以上がドリッパーのまず材質についての説明です。一番のおすすめは、プラスチックでしょうかね。はい。では続いて、ドリッパーの構造についての違いに目を向けたいと思います。ドリッパーは、このリブの数であったりとか、この溝の深さであったりとか、穴の大きさっていうのが違いがあります。例えばこれ、小さな穴が3つついてるので、この穴分しか出てこないので、比較的どんなにお湯をこうやっていっぱい入れたとしても、落ちるスピードっていうのは一定ですね。ただ、この大きい穴であれば、入れる速度によって流れる速度っていうのは変わってくるので、味をしっかり出すのか、さっぱりさせるかっていうのは、入れ方次第でコントロールできるっていうのが、こういう大きい穴ですね。あとは、
こういったオンオフができるようなタイプがあります。例えば飲んでみて少し酸味がきついなであったりとか、少しコクが足りないなとか、あっさりしすぎるなって時に、もちろん入れ方もそうなんですけども、ドリッパーの構造自体にも目を向けると、また違った発見があるかもしれません。で、いつも僕が使っている、ハリオさんのドリッパーは一番スタンダードではあるんですけども、注ぎ方によって味の変化がしやすいので、人によってはなんか毎回味が違うなと思うかもしれません。それはハリオさんのドリッパーの仕組みのせいかもしれません。なので別の、例えばこれもハリオさんなんですけども、ストッパーがついてるようなやつにしてもいいですし、カリタさんのような小さい穴でコントロールするタイプにしてもいいと思いますし、その辺はこれも正解はありません。自分の好きな好みの味にたどり着くにはどの方が楽にというかできるかっていうことですかね。僕の場合だと、最近ではカドさんの M1 のドリッパーを使わせてもらってますけども、ハリオさんのやつの方がチャレンジ性があるというか、入れ方によって味が変動するっていうのは一つの面白みではあるので、これは面白いなと思って、いろんな入れ方をしてみたりとかするのに適していると思うので、いつもおすすめしてますけども、ハリオさんのドリッパーを勧めています。はい。続いて、グラインダーについて、グラインダーの違いで何が違うかっていうのを説明させてもらうと、グラインダーによって引き具合というか、引いた時の均一性が変わってきます。じゃあこの引き具合によって何が違うかと言いますと、簡単に言えば細かくなればなるほど味が出やすい、粗ければ粗いほど出にくいという風なイメージで考えてください。例えば石を入れた、筒の中に水を注いだ時にさーっと流れていくと思うんですけども、流れが速いというか落ちるのが速いので、コーヒー豆も粗く砕くと下に落ちるのが速いので、味が比較的すっきりしやすいです。で、逆に細かくすると、しっかり味が出る。で、お湯も落ちにくくなるので味がしっかりしやすい。で、一つ気をつけてほしいのが、細かくしすぎると紙フィルターとかに詰まってしまって水がなかなか落ちていかないっていう現象も起きますので、あまり細かくしすぎるのもどうかと思います。グラインダーの良し悪しで、例えば粗さをこれぐらいに、ここぐらいにしたいけども、これぐらいの粗さからこのぐらいの粗さまでばらつきがすごかった場合、その細かい微粉っていうのが紙フィルターに詰まってしまって同じ現象が起きたりするので、比較的均等になりやすいグラインダーの方が味自体は安定すると思います。これはグラインダーの違いですね。グラインダーの違いによって味の変化がどれぐらいあるかというと、これはですね、さほど大きくはない、3段階、少ない、多い、真ん中でいうと真ん中の、少ないぐらいな感じですかね。豆が粗かろうと細かかろうと、多少の範囲であれば味にダイレクトに伝わるというよりかは間接的なんで、そこまで影響はないかなと思います。で、次に水がどのぐらいの影響が与えるかというと、水は味に対して、真ん中ぐらいですかね、中ぐらいの影響があります。なぜかというと、コーヒーってその中身ほぼ水なんですよね。98% 以上が水でできてます。残り 2% 以下が、コーヒーの成分であったりとかいろんな成分なんですけども、ほとんどが水です。なのでこの水の選択によって味というのは結構大きく変わると思います。どんな水がいいのかというと、硬水と軟水という種類があるんですけども、この硬水と軟水の違いによって影響するところが2箇所あります。硬水の方がまず口当たりが重く感じる。硬水と軟水の違いを説明をすると、中のミネラル質が
多いのが硬水と言われるので、少ないのが軟水と言われています。で、日本の例えば水道水とか、一般的に言われているミネラルウォーターはほとんどが軟水です。なので、一般的に飲んでる水っていうのは軟水です。日本人が飲み慣れてるっていうのがね。で、もちろん台湾は日本よりもちょっと硬水寄りだけども、まだ軟水の範囲だと思います。で、そこで硬水というのがなぜ口当たりが重く感じるかというと、そのミネラル質が多いので、重たく感じる舌触りの感覚がより豊富というような感じですね。もちろんそれが好きな方もいますので、そういった方は硬水でコーヒー入れると美味しくいただけるかもしれません。で、もう一つ硬水軟水でコーヒーの味に違いが出るというのが、硬水の方がコーヒーの中の成分を出しやすいというのがあります。どんな理由でと簡単に説明すると、ミネラル質があるからそれがコーヒーの中に入っていって、そのコーヒーの成分を一緒に出してくれるみたいなイメージです。なので硬水の方が味が出やすくて、軟水の方が味がすっきりしやすいというようなイメージですね。で、一般的には軟水の方がコーヒーに適していると言われています。ただ、軟水のは正解というわけではなく、深入りが好きな方が、コクが、コーヒーに対してコクが欲しいという方は、硬水で入れてもらうと、よりコクが出やすいというか、深みが出るというか、より味わい深いというか、そんな感じな味わいになるので、硬水でコーヒーを入れるのも間違いではないです。で、以上が水による変化ですね。はい、続いては、お湯の温度でコーヒーの味が影響が強いのか弱いのかで言うと、強めですね。影響が強いです。その温度が高ければ高いほど、コーヒーの中から成分が出るので、味がより多く出たりするので、その分渋みとか苦みとかも出やすくなるので、味の変化というのは大きくなると思います。一般的には88度から92度で入れることが多いです。沸騰したてで入れるコーヒーショップはないと思いますので、入れたらわかるんですけどね、沸騰したてのやつを入れると、ちょっと温度が下がったやつに入れたら、味が角がないというか、まろやかになりやすいかなとは思います。できれば温度は少し下がった状態で入れた方が、コーヒーは美味しくいただけると思います。ぜひお試しください。続いてはサーバーですね。コーヒーのサーバー。こんなの何でも同じじゃないかって思うかもしれませんけども、確かにそうです。これは味への影響は比較的少ないです。ほぼないと言ってもいいと思います。ただ一つ選ぶのに一つポイントがありまして、普段入れる量よりも大きめの量で用意してほしいです。なぜかというと、入れ終わった後に多少回してちょっと混ぜ合わせることがより味を均一にする。初めの方に出たコーヒーの味と後の方に出てきたコーヒーの味っていうのはもちろん違うので、それを混ぜれるようなちょっと余裕のあるサーバーにしてもらえるといいと思います。で、あと例えばコーヒーが冷めました。で、温め直したいということで、レンチンしたいなって時に、これレンチンできないです。金属が入ったので。金属が入ってない耐熱ガラスなどがレンチンができるので、そういった見た目だけではなく、そういった実用性にも考慮して選んでもらえるといいかなと思います。はい、続いてはスケールと言われるものなんですけども、スケール、量を測るものなんですけども、豆の量であったりとか、あとお湯を入れてる注いでいる量であったりとかで、ハンドドリップ用であればタイマーが付属されているので、どれぐらいの時間でどれぐらいの量をお湯を入れるということで、これも味に対して大きな影響を与えるかというとそうではないんですけども、今回入れた味と次回入れた味をより安定させるために、今回はこのぐらいの時間でこのぐらいのお湯の量を入れましたと。次回もそれにすれば今回と同じ味になりますよねということで、味の安定性につながる道具ではあります。なので影響的には少ないんですけども、多少なりにもよりね、毎回美味しい味を入れたいのであれば、これは
あるに越したことはないと思います。スケールがあるとより安定した味を毎回楽しむことができると思います。はい。はい、続いてはケトルですね。ケトルは味に影響がどれぐらいあるかというと、中よりちょっと強めかな。注ぐ時のコントロールができないと均一にお湯を注げないので、味がブレブレというかブレてしまう可能性があります。なので細口であれば、8割方合格だと思ってます。あとは狙ったところに注ぎやすいかどうかっていうのは注ぎ口ですね。これは比較的難しいです。ここはもっと S 字のようにクンと曲がってるやつの方がコントロールしやすいです。で、電気ケトルによって温度設定ができるやつがあるので、温度設定ができるタイプだと先ほどのお湯の温度も一緒にコントロールできるのでおすすめです。ただ、その温度設定にしたとしても、実際測ってみるとだいたいちょっと高めになることが多いので、さっき88度から92度と言いましたけども、87とか86度とかにする方が、ちょうどいい温度になるとは思います。はい、続いて、紙フィルター。紙フィルターが味に影響するのは、少ない方だと思います。紙フィルターはドリッパーに適しているものを選んでください。適してないものは味に影響する云々よりも、前の話というかなので。で、紙フィルターの違いっていうのは、まずはもう白いタイプのやつと茶色いタイプのやつ。これは漂白されているか、されてないか。僕は漂白されているやつを一般的に使います。それは、無漂白の茶色いやつは少し紙の匂いが、強めかなと思っているので、白い漂白されたやつを使うようにしてます。紙の匂いを落とすためにペーパーリンス、湯通しをやってるんですけども、それでもね、元から少ないやつの方がいいかなと思ってますので、ペーパーリンスをしないまま茶色いやつを使うと、その紙の匂いがコーヒーの味に影響、少しでもしてしまうので、それは影響する箇所ではあります。あと、メーカーによってフィルターの目の粗さに違いがあります。この目の粗さがちょっと細かいやつか、ちょっと粗いやつかによって、コーヒーの抜けが変わってくるので、コーヒーが抜けやすいとより早く落ちるので、すっきりした味になりやすいです。目が細かいと落ちにくいので、よりしっかりとした味になりやすいです。メーカーによってはちゃんと書いてあるメーカーもありますし、浅入り向きじゃ深入り向きみたいな感じのことが書いてあるのもあります。深入り向きっていうのが基本的には粗めで、浅入り向きっていうのが基本的には目が細かいやつタイプですね。はい。本日は、ハンドドリップの器具やら要素がどれだけ、コーヒーの味に影響しているかっていうのをちょっと細かく説明させてもらいました。じゃあ最後に、これは影響が強いのか、弱いのか、中ぐらいなのかっていうのをまとめていきたいと思います。まずはドリッパーの材質。ドリッパーの材質は影響は弱いです。温度の、外気温とかの温度の影響が受けやすいか受けにくいかだけなので、そこまで影響はないです。なので弱いです。で、次にドリッパーの構造について。これは中ぐらいですかね。そのドリッパーに合った入れ方をしないと味が大きく変化するドリッパーもあるので、中ぐらいですね。次に、グラインダー。グラインダーの違いによっての味の変化というのは僕は弱いと思います。もちろんあるんですけども、一応弱い部類には入れますね、僕の場合は。で、次にグラインダーというよりかは、その引き具合、粗く引いたか細かく引いたかによっての味の変化というのが中ぐらいですね。細かい方がしっかりと出て、粗い方がすっきりとするような感じなんで。で、次にお水。お水もお水の種類ですね。硬水か軟水かの違いは中ぐらいで見てます。硬水の方が口当たりが重く感じ、軟水の方がすっきりとしている感じですね。で、次にお湯の温度。お湯の温度は沸騰したてで入れてほしくないので中にしましょう。影響するところは中です。88度と92度の味がめっちゃ違うかって言われたらそうじゃないんですけども、100度で入れたコーヒーと
88度とかで入れたコーヒーの味は結構違うので、中ということにしましょうか。はい、次に、サーバー、コーヒーサーバー。これは影響は少ない、弱いですね。ちょっと自分いつも入れる量よりも少し大きめのサイズのものを選んでくださいと。最後に混ぜるからですね。で、次にスケール。このスケール、味の変化に関しては弱いですね。なくても、感覚で掴めちゃう人はそんなに影響ないと思いますので、はい、これは毎回入れる味を安定させるために使うものです。ケトルに関しては、そうですね、細口であれば弱いんですけども、細口を買ってほしいので、準備してほしいので、これも中にしましょう。細口であれば弱いです。ただ、細口じゃないやつと細口のやつを比べると中です。ちゃんとコントロールしやすいかしにくいかで結構味が変わってくると思いますので、ぜひ皆さん、細口のケトルを準備していただけると、より美味しいコーヒーがいただけると思います。最後は紙フィルター。紙フィルターの違いは、そうです。これは弱いに部類にしましょうか。茶色いやつであれ、白いやつであれ、ペーパーリンスさえすれば、基本的にはそんなに変わらないかなとは思いますので、目が粗い細かいで詰まりやすい詰まりにくいっていうのはありますけども、さほどそこまで大きな影響はないかなと思うので中にしましょう。以上です。今回はちょっと長めになりましたけども、最後まで見てくれてありがとうございます。これからもね、お家でのコーヒーを美味しく入れてもらうために、まずはコーヒーを知ってほしいです。コーヒーってこんなもんだよっていうのを知ってほしいんで、ぜひ参考になればいいなと思ってます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。もしこの動画が参考になったり楽しんでいただけたら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると、最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただけますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。